はい、今回はこの形をね、片子に打たせていただきたい、いきたいと思います。なんでこの形かっていうのを説明すると、私のフォロワーの寺田さんという方が、この形に関してツイートされていたんですよね。で、もともと、このツイートでは全然ではないんですけど、この形ではなくて、えー、白10で、こうやって、すると、以下なんやかんやあるんですけど、白が主導権を持ってちょっと有利になるよという話をされていたんですけれども、今回扱う形は、この白10、12というのが、双子によって発見される前に、人間の間で打たれていた進行となります。局面としましては、白10で黒の剣先を叩く標準的な手。で、黒も白のレーンを止める標準的な手。で、ここで白は黒のレーンを3つできる場所をあらかじめ止めました。これは急所を止める手ですね。これによって、次に自由に攻められるのは黒なんですけれども、具体的な手は難しいという、持久戦模様の形となります。で個人的にこういう形をね、AI がどういう風に打ちますかというのがね、結構気になったので、あんまり研究として役に立つかがわからないんですけれども、私の興味でやらせていただきます。で、持ち時間は双方1手10秒でやっていきます。それではよろしくお願いします。どこ打つかね。普通は、ここに先に打つかどうかっていう話があるよね。一番白、打ったね。やっぱ、打ちたいところを止めるんですね。打ちたいところを止める手は強いよ。私レベルだったら、なんか、付き合いそう。こうね、14は、下辺に進出するのを結構気にしちゃって、こういう場所打ちたいな。白の打ちたい場所ってここだから、手にこういうの止めときたいね。でも、ここで攻めに行くんだ。やっぱり、多少緩めると言っても、ソフトの手は結構、最速で攻める手が多い。この16っていうのは、左側に行く手と右側に行く手の、この交点をね、止めたっていうことで、かなり受けに頼った手ですね。17。これなかなか打てないね。17。これはさすがに右かな。逆はないと思うんだよな。逆なんだ。いや、危なそうだけどな。危なそうだけど、18逆が通ったら次の14のね、下に打つのがちょっと威力が増すっていう感じですかね。19。19? なんか、終わった手だな。8と6の連を止めてるっていうの意味あるんだけど、20って打たれた時に、瞬間何もないから、こういう場所から攻めるとかなんだけど、21と打っていっても、本当に見込みがあるのかっていうのが、人間だとね、こういうのね、分かってないとね、打てないから、で、22っていう風に入った石が、下辺になんか打つにあたって邪魔するんじゃないかとかいう話もあるんで、左辺に手をつけるとか、23。23に打ったってことは、こういう手が先手じゃないんだな。だからなんか、こういう場所に打つのが、打ったわ。打った。どうなってんだろう。これはさすがに罪残してるから、受けるか、攻めるかになるよね。当たり前か。これはしおいなんですね。ここ4打って、4打って、4打って、4って3なんで、これしおいなんだな。で、26で、こうがっちり受けといて、どうなっているか。これしかし、24と打ってすごい、なんかね、有利なようでいて、例えばこういう場所に黒が突き出したりすると、攻防に効いててまだまだ簡単じゃないとかいう話があるとかないとか。28、29、ここで受けるんだ。なんかこう受けるんだったら白良さそうだな。このライン繋がんないもんね。30は先に打たれたら下から止めようっていうことなんかな。そうだと思うんだけど。ここ打っといた方が安全は安全だから止めましたかね。で白はこれだけ入れといて、決める感じかな。こ
これ受けないと思うんだけどね、受けるとしても、なんかこうとかこうとかで、なんか黒の、手を止めながら攻めるかな。32は、勢力を足しに行った。14の上から繋がるラインがあるので、黒は大変そう。おー、33。これ白勝つんじゃないか？これはね、白勝ちそうだね。なんか24とか、32みたいな手が通るようだと、白勝ちそう。まあ、どっちが失敗したかわかんないけど、35。まあでも白勝つってことは黒が失敗してるんか。で、36。これ、まあこっちか。詰みだから3止めなかった。片方そういうことありますね。その、詰みをね、比較すると、なんか、違う場所を打って、3を止めずになんか投了するみたいな。投了っていうか、まあ、投げるみたいなところありますね。で、次にここに打てば5ができるんで、これは、双子の勝ちですよ、という感じですね。いました。じゃあ何が悪かったんだろう。個人的には、なんか17って打つのが、ちょっと無理があったかなっていう感じで、17、19っていう風に打つのは、ここに手をかけすぎかなっていうのと、18の価値が結構高くてですね、18っていうのが、後々、すぐはなんもないんだけど、こういう風に突き出す手とか、一番直接的にはね、こう打った時に、18という手がね、補強してるんで、攻めを。なので、この価値高いんだけど、17から19っていう手が、右側でそれを取り返せるほどの攻めではなかったっていう感じな気がしますね。だから、これを変えれば、まだ互角なのかもしれないし、もしくは15っていう手がそもそも良くなくて、16によって黒の攻めが封殺されていて、ちょっと見込みなしみたいな。いや、でもそれでも例えばなんかこういう手を打ったらね、全然難しいと思うけどね。こっからやらせてみるか。こっからやらせてみるか。この16っていうのがなんか攻めにそこまで加担してない手なんで、17みたいな白のね、打ちたい場所を直接受ける手が多分打てるような気がするんだけど、それでも例えば、こういう手とかから襲いかかってくるのかな。私だったらなんか15打たずにこう打つかもしれないもんな。あとは、なんかこういう風に打っていって、先に消せるかどうかっていう話あるんだけど、これさすがに打たれちゃうか。打たれちゃうかもしれないから、結局、こういう手じゃねえわ。こういう手を打つのが必要なんかな。これちょっとやってみたいね。ちょっとお茶飲みます。すいません。ちょっとこの局面からやらせてみようか。これがね、全くの、なんか、トンチンカンな手だったら一瞬で終わっちゃうんだけど、ちょっと見てみましょう。ソフトで検証して、ちょっと変えるっていう手もいいんだけど、一回自分のここがダメだったんじゃないっていう手がちゃんと通るのかっていうのを、ちょっと感覚として見てみたいね。17。でも17、ここ打ちたがるんだな。ここがそんなに急所に見えるんだね。確かに急所っちゃ急所なんだけど、そして白のね、ここはやっぱり空間の急所っぽいです。19。ちょっと穏やかになったかもしれない。20と追撃してくるかもしれないけどね。1回は受けて、1回は受けて、1回は受けてだと突き出されて全然ダメみたいな話あるから、こっち側止める。でも受けるんだ。突き出しは、止めて大丈夫とかいう話かな。あるいはここに白から打っちゃうとか、いう手はあるね。でも受けるんだ。
受けるってことは白有効打がないっていう判断なのね。瞬間で。まあ、次に、この22の上に打って反撃するみたいな、じっと力を止める類の手ですね。まあ、あとは、こういう場所に打った時に、なんか、剣先と連ができるみたいな。黒から有効打ないでしょと。だからより価値の高い手を打ちますよみたいな。でも結構こういうところ冷静。うん。26は、まあ、こっちが止めなきゃいけないかな。で、まあ、ここに剣先ができたので、それを活かせるのか。まあ、あとここ3引くのかどうかっていう話がある。3は引かない。3引くとこっちで止められて何もなくなっちゃうからってことかな。27、一応ここ22であらかじめ止まってるけど、叩かれても継続できるっていう読みかな。これで次の手がないと困ってる感じがするけど。まあでも28とか16とかこの斜めのラインをなんか上辺でわちゃわちゃわちゃってやって、なんか先手で処理するみたいな話はあるかもね。そうすると、なんか、この辺を構う必要がなくなって、最終的に下の方だけ見ればいいみたいな説はある。それか、なんか29でそもそも上だけで勝っちゃってるのかみたいな、そういう話が。31、ここは、これは私が打ってたらどっち持っても負けそうですね。32、ここ止めなきゃいけないんだ。まあ、この数字あるからね。33、あ、でも、これはなんかちょっと、黒がいい感じな気がするな。こう止める？でも、先手で取られて継続されちゃうか。34、おお。4で取って攻められるけど大丈夫か。なんか、とりあえず黒が先手持ってるけど、大丈夫かそれ。これ、積んじゃわない？積む可能性あるよな。ここに石入った時に所有があるとか、ここに石入って、ここに石が入ると、まあ所有あるんだね。C して3で。だから、ここに石が入らなければいいから、ここ3引いて、ちゃうとかいう話が。いや、これ勝つんじゃない黒。として。そうなんだ。打つんだ。でも、ここ所有があるけどな。白。犯人3じゃないんだ。と、考えてることが強くてわかんない。あ、でも飛び3で止めようってことかな。この白い筋を。それだったらまあ、そっか、39って打ったかとか。得なんかわかんないけど。でもこれ、あれですね。飛び3して、例えば中入ると何もないから、下の方でバチャチャチャってやって、はい、黒勝ちました、みたいな。ってことは15結構いい手なんか。それか、片方が10秒で分かってないだけみたいな。10秒で分かってないだけ説濃厚。まあでも感覚的に、人間の感覚的にはね、打ちたい場所だと思うけど。これは、多分積みましたね。なんか後の手を言っても読んでないけど、これは多分積んでる。引いて、こっち止めなくちゃいけなくて、なんかわちゃわちゃわちゃってやって。マジっすか？これは何？あ、塩いか。デッサンか。だったらそうだね。じゃあ3引いて、打って勝ちか。47が明快なんだ。強いな。てか、塩いだわ。止めてないから。というわけで、あ、黒勝った。もしかして、15いい手だった？なんか、もうちょっと、本来は秒数増やさないといけないやつかもしれんね。ちゃんと精査するんだったら。ちょっとなんか動画時間的に1手20秒とか30秒にしちゃうと、多分退屈な時間が続くだろうと思われますので、あんまり個人的には気が進まないんですけど。
53。で、これが、どちらに止めても次に5ができますということですね。はい。黒が勝ちました。そうなんだ。じゃあ黒15が有効なのか、ちょっとわかんないけど、ちょっと黒が打ちやすいのかもしれないしね。あとはこの上辺の攻防何だったんだっていう話はあるんだけど、いろいろやったけど、結局、その、これでいいんじゃないのみたいな疑惑はある。さっきので勝ってるならね。その辺はちょっとね、細かく検証しないとわからないですよね。っていうのは、ソフトは、なんだろう。この場で結構局面を点灯してみて、いいと思う場所を打つから、この時点だと27よりも上辺の方が厚く見えているとか、そういう話はあるかもしれないよね。というわけで、この局面は黒勝ちとなりました。延々とやってると終わんないんで、もう、ここで打ち切ろうかなと思うんですけれども、これ、じゃあ、白も変えられるかな。16が、でも16そんなに悪くない気がするな。何が悪いかな。18を変えてみる。18どう変えるわかんないわ。うん。現実的には別に適当に変えてもそこそこの対局になるんだろうけど、16を変えるか。普通に付き合った場合とかどうなるか、とかいう話はあるけど、でも付き合わないかな。すごい、次に、こういう手とかあるんだけど、別に、黒いくらでも瞬間攻められるからね。こういう手とか。あとは、こういう手で止めといてもいいし、ダイレクトにこういう手もね、受けにはなってるから、16に打つメリットが薄いね。なおかつ、黒から突き出されても、これ横と縦と斜めで3つ作ってるんだけど、これ自体は本当に勝ってるのかっていう疑惑があるから、16ここに打つのは意味が薄い感じがしますね。個人的にはやっぱりこういう場所打ってみたいけど、悠長かな。あとは、愚直に同じようについていくのでも、こっち側についていって、次のこういうのを狙いにするとかは、局面が仮に黒がこっちの方向に傾いてるとしても、実践的に大変そうな気がするね。でもこういうの鮮やかに勝つんだろうね、ソフトにやらせると。でもちょっと参考程度に見ときますか、この手に対してどうやって対応するか。多分黒勝つんだと思うけど。というわけで、よろしくお願いします。17は急所なんだね。で、18コーツンか。今までの、そうだよね。だからこのセットなんだ。確かに、この手って攻めにはそんなに働いてないけど、受けにはめっちゃ効いてるから、効いてってことだよな。踏みましたって言いたげな3匹ですが、これ勝ちましたって言いたげな3匹だな。勝ってなきゃいかない。勝ってるか、もしくはすごい得してるか。21で受けないって言ってんのか。飛散すると飛散するよな。こう止めようってこと中止めたら上で取られて、別に、そっといて、
止めなくちゃいけなくて、3で取ってこうなって、こういう手から勝ちに行くとか。いや、全然勝てなそうだけど。3で取るんだ。なんか、破綻気味に見えますけど、こうなるんだったら、なんか16結構効いてるよな。なんかこの辺でうまくやる順があるから、その、16っていうのが、それは打てないわ。これめちゃめちゃ強そうな手じゃん。いや、そっか。いや、それは分かってなかった。だから27で継続できる。これめっちゃいい場所にいるじゃん。なんか知らないけど。そのための21なんだ。そのために19引いてんだ。そんなことまで考えてるんだ。いや、考えてないかもしれないけど。30っていう場所に、だってこれ、あれだもんね。右側の手に関わってないもんね。まあ一応、なんか飛び石があるけど、どうせ次打たれるか。そんなことはしない。いや、なんか、こんななんかさ、すごいさ、雄大なところにさ、苦行で組めるってすげえな。これまともに受けてももう受からないから、32って反発してる感じ。でもこれ止められても大変そうだし、ここすって広いね。いや、そうなんだ。いや、そっか。これ見てなかった。めちゃめちゃいい手ですね。クソ強いな。やばって思っちゃった。これ片方得意なやつで、相手にこう、なんかダメな手を強要して、自分は外側のいい場所を全部囲っていって、はい、全部勝ちでしょっていうの、片方が得意なパターン。ああ、そこでね、満を持してね、37って、これ37ってさ、もうさ、勝ちましただよな、実質。38。だからこれも、この辺受けてる場合じゃないから反発してるんだな。具体的にはなんか、飛び3して3して3っていうのがあるんだけど、で、その3の瞬間にこう4で取れるようにしてるってことですね。これはなんだなんかよくわかんないけど、積むんかな。いやでもこれ、白がまくったら偉いことだけど、さすがに厳しいかな。次3引いて、まあ、こう止めても、こっち飛び石で止めても、ここに1が来て、ここ3があるから、ちょっとさすがに勝ってるか。これ3じゃない？これ夏止めされてる？おー、すごい。なんか、ここ次3で、3と、ここか。この4打って、4打って3がある。だから勝ってる？やばいな。そっか。だからいや、27、いい手だった。いや、マジで。なんか、そうだね。ここでいい手がありますって言われれば、見える手なんだけど、19の時点で27分かっとけよって言われたら絶対打てないわ。いや、やば。で、なんか知らないけど、受かってんのそれ。なんか、四死金とか三三金をなんか巧みに使って耐えてるわけな。いえー。でもこれ、白受け切ったらすごいね。もう何が起こってるのか理解を諦めつつあるんですけど。いやー、すげえな。これ4から飛び石のラインで使えるから、こっち側まで攻めが続くってことよね。まあ上だけで完結しちゃうかもしれないけど。うん。で、多分、
ここは多分、すぐには打たないで、下の方どっか打つんだろうな。どこ打つんだろう。一応16がでも55いい場所だな。いや、こういう手なかなか打てないな。これ、ここと繋がるね。ここのラインが繋がって、なおかつ、資産があるから、こういう手に対して、こっち受けなきゃいけないのは、ちょっとね、だいぶきついんだけど、ただこれ飛び3か。飛び3だったらいいか。でも、取られる。これが4して3だから、これ5手なんだ。向こうから、白から先手で取り返す筋があるかどうか、なかったですね。で、推定積みっぽい。詰まさない。さらに力を蓄えていく。59もいい場所なんだ。4も繋がるもんね。でもさすがに間入るかな。間入れないんだ。なんかもうよくわかんないわ。どうすんのこれ。止めといて。で、この2手で、北側に攻めてるっていうよりは、左側の攻めの、なんか邪魔する数字を全部破壊してるっていう感じですね。これは、飛び地から3打った時に、斜めのラインをね、あらかじめ止めてるせいだな。すご。なんか、でもさすがに厳しい。これ私が打ってたら条件で間違いなく負けてるな。時間あれば受け切ってるかもしれないけど。65。継続うまいですね。これあれだな。ここに資産があるから止めなくちゃいけない。なんか読み切りましたの気配が。こうして、引いて。なるほどね。先に打つ必要ないってことか。じゃあ黒勝ちか。4して、資産がありますね。いやー。そっか。そうだ。いや、でも、白もすごかったね。なんか、よく受けたわ。上辺。なんか、そういう異次元な攻防を見てしまった。4して3ですね。うん。これはどんなにソフトが強くても一定資産は止められないと。それが確定してる局面だったら。で、4して、どちらを止めても5ができるので、黒の勝ちが確定しているということになりますね。5連まで見ますか。いやー、すごかった。77まで黒勝ちでした。いやー、すげえな、これ。このなんか、19に21って見たときは、なんか筋の悪い手だなと思ったんですけど、筋が悪いって言うと失礼だけど、でも、相手がそのソフトだからいいか。思ったんだけど、この図になった時に27っていう手が、なんか、ここをすごい補強しながら、斜めのラインで全部繋がるみたいな、すごい手でして、で、28、止めるんだったら、この20の下とかに受けるんかもしれないけど、それだと左側で追撃が来るから、多分良くないっていう判断かな。判断で、これポイントとしては、白が16の周辺に打つ暇がないんですよね。そうすると詰ましてくるよって言ってるから、16っていう手は、なんか黒が上側に打ってる限りは、なんか存在しないのと一緒なんで、この辺は、現実注意しなきゃいけないところで、
なんか一箇所を重点的に受ける手って他の場所に全く働かないから、他の場所の攻防にさせられちゃった時に、なんか実質パスになるみたいな話があって、それは気をつけなくちゃいけないね。で、いやでも28っていう風になんかこれを直接止めずに、なんかしなきゃいけないようだとちょっとやっぱ辛そうだな。29ってこう、味よくね、止めながら左側に拡大してるからね。で左側ってこう黒しかないから、しかもまだ盤の端まで割と余裕があって、で、この29と29じゃねえ、21と19の、助けも残っていると、援軍も残っていると。で、30で、31と。いやー、綺麗だな。だってこんなところに釘折れとか作ってみたいもんな。いや、32。まあ、これでちょっと雪が厳しいという判断をしましたかね。で、こういうのもなんか、33とか35とかで、どんどんその手順に外側に囲っていって、私の方が有利でしょっていう風に主張していくのが、この片言というソフトはめちゃめちゃうまいです。37、38。それでも、38でギリギリしのいでるっていうのすごいけどね、上辺。で、43っていうのが、星3と4って、4って3っていうのがある手で、これも、すごい。すごいけど、なんか止まった。38? だからもともとこれが悲惨じゃないのか。なるほど。悲惨じゃないけど。でもこれ打たなきゃいけないんだな。で、なんか先言っちゃった。ごめんなさい。で、49。いや、この辺なんか鮮やかですね。55までで。で、これ黒も上辺に勝つのが狙いじゃなくて、ここに打って、で、さらに上受けなくちゃいけなくて、もう1手打てるでしょって。だから実質、これ55とここに打ってるから、だから2手連打してるんだよね、下の方に。で、白は16に先に1手打ってるんだけど、黒は2手打ってて、なおかつその2手の価値がめっちゃ高いっていうことをやってるから、なんか、実質黒が、なんか上でも下でも1手得したみたいな。うん、これはすごいね。うん、16が全く働かなくなっちゃったから、まあ、こういうことあるんだよな。このゲームね。なんか一見こう、部分的に相手の一番打ちたいところを止めたようで、あんまり止まってないみたいなことがあるんで、こういうのをね、やるのが難しいんだけど、できるようになるとすごい楽しいんですけど、私もそんなに上手ではない。59、60。もう60とかもね、こう止めなきゃいけないようだと、じっくりと相手の受けを枯らしていって、最後は勝ちましたと。ということで、いや、これ参考になった。こうやって打つんだ、レンジって。まあ多分この局面に出くわすことは、今の時代ではないと思うんですけれども、一般的にその持久戦でどうやってこう攻めをね、作るのかみたいな話で見たときに、まあこういう AI の打ち方をね、参考にするっていうのはね、すごくいいんじゃないかなと思います。というわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。